今日はピザを作りたいと思います。日本にいた時にピザを作るのはとても大変でした。実は無理でした。ほとんどのポーランドの家で結構大きいオーブンがあるので、今日これを使ってピザを作りたいと思います。イタリアのレシピを見つけたので、それをシェアしたいです。手作りイタリアピザを作るためにこの材料が必要です。まず、ピザ用の強力粉 1kg、室温のお水 600ml、お塩の 30g またはティースプーン5杯、生酵母の1つまみか 1g。 この結構大きいボウルを使って材料1つずつ加えて混ぜましょう。これで全部の生地の材料はもう集まっているので、まずボウルに水を注ぎます。なぜかというと、水を最初に加えたら塊がない生地が作れます。そしてこの方が混ぜやすいと思います。そして全部の塩を水に入れます。今、塩が水に完全に溶けるまで手で混ぜます。イーストを加える前に 10% の強力粉を加えます。なぜかというと、イーストは塩が苦手です。今、イーストを直接に加えれば死ぬかもしれない。というか、生地が上がらない可能性が高いです。で、スムーズな天ぷらバターの感じになるまでに混ぜます。まあ、塊がまだありますね。ウィスクを使ってもいいですよ。そして指に持ってイーストをボウルの底にこっそりつけます。イーストが消えた感じるまでにこうします。今からだんだんに強力粉を入れましょう。生地はまだ薄い時にウィスクを使ってもいいけど、今から粉をだんだんにつけるから、粉をつければつけるほど生地は濃くなります。だから後で手を使わないといけません。完全に濃くない生地は結構ベタベタしているから、木材スプーンを使ってもいいですよ。粉を 1kg 使おうと言ったけど、今全部を入れないでください。また後で生地はカウンターや手にベタつかないように粉を使います。だから今少しだけ残しておいてください。じゃあどうやって生地をこねるかというと、まず玉の形になるまで適当にこねります。ボールができたら指で刺します。そして生地はさっさと元の形に戻ってこないなら、生地はまだできていないという意味です。カウンターにベタつけた場合、ちょっと回して簡単に取れます。生地がプニプニになるように今からちゃんとしたこねり方を説明します。まず生地を半分に折ってくるりと90度を回します。で、継ぎ目が上向くように回します。そしてまた折ります。生地がプニプニになるまで繰り返します。ほら、すごいプニプニになりましたよね。ボインク、ボインク、ボインク。Voilà。今から生地が上がるために1時間置いておきます。乾かないように布巾を湿らせて生地をかぶせます。待っているうちにお茶を入れましょう。そういえば、このレシピはピザを6枚作れるので、今生地を6つの部分に分けましょう。さっき教えた方法を使って、それぞれの部分をプニプニしているボウルにします。プニプニボウルを1つずつプラスチック箔に入れて、蓋をつけます。そして20度ぐらいの温度に1日置いておきます。
もう1日経ったので、生地はちゃんと上がってできていると思います。では始めましょう。オーブンの温度が上がるのは結構時間かかるので、ピッツァを作る前にオーブンをつけましょイーストを使いすぎじゃない？う。そうですね。ちょっと使いすぎてしまいました。昨日生地をいっぱい作ったけど、今日使うのはこれだけ。今、生地を伸ばしていきます。しかし、縁をこのままに残すように気をつけます。こうやって伸ばします。僕、怠け者だから、ハサミを探さなくて、包丁で紙を切ろうとしました。今から他の材料を準備したいと思います。ピザのソースを作るため、まずトマトペーストを2杯ボウルに入れます。少し薄くするように水を自分判断で入れます。こんな感じになるまでに混ぜます。オレガノをたくさんつけます。あとバジルも少しかけます。次はタバスコ。辛い食べ物が苦手な人はこのステップをスキップしてもいいです。オリーブオイルを1秒注いで塩も好きな限り入れます。よく混ぜて完成です。今日は伝統的なイタリアのモッツァレラチーズを使うことにしました。でも別のチーズを使っても全然大丈夫です。そして僕の大好きなペペロニ。もう少しオレガノかけます。オーブンはもう250度になったので、ピザを入れて10分間焼きます。念のため。ほら、できました。家で作った、自分で作ったピッツァナポリターナです。どう思いますか？とっても美味しそう。とても美味しそうと思います。じゃあ食べましょうか。どう？美味しい。超美味しい。うまい。美味しい。動画を見てくれてありがとうございます。ピッツァを作るのはとても楽しかった。懐かしい。機会があればぜひ作ってみてください。またね。